はい。ベネトンの B195 のパート3です。この年のシューマッハは決勝レース非常に強かったわけですけども、どんな理由で強かったのか、ベネトンとシューマッハにどんな秘密があったのかっていうのを解明したいと思います。それがよくわかるのがモナコグランプリだと思うので、モナコグランプリをちょっと分析してみたいと思います。まず予選1日目なんですが、1位がアレジ、2位シューマッハ、ベルガーという感じで、予選初日はフェラーリがまあまあ速かったです。タイム差もそんなにないです。ここでわかるのが、予選1日目ということで、おそらく前年までのデータを参考にした基本セットみたいな状態で走り出してると思うんですけど、そういうマシンの、素の状態というかね、あまりセッティングを追い込んでない状態では、フェラーリもベネトンもウィリアムズもそんなに大差ないっていうのがわかりますよね。ところが予選2日目なんですけども、予選2日目の結果でヒルがポールポジションでシューマッハ、クルサード、ベルガーという感じになるんですが、これを見てわかるのが、ヒルがまずすごいタイムを上げてますよね。2秒半以上上げてるのかな。で、ポールポジション。シューマッハもすごい上げてますけど、でも1.5秒ぐらい。クルサードはね、初日出遅れてるんで、こんな感じで。ベルガーは0.6秒、0.7秒ぐらいしか伸びてなくて、記念は1秒ぐらいと。要するに、予選1日目に対して2日目に大幅に伸びてんのは、やっぱりウィリアムズのヒルとベネトンのシューマッハですよね。このタイムの伸び方でよくわかるのが、やっぱりこの2チームとも技術力が非常に高いっていうことと、このセッティングがいいだろうってことで、そのマシンをすぐに乗りこなしてタイムを伸ばせるっていうのが、やっぱりヒルもしくはシューマッハという、この当時でいうこの2人がズバ抜けてるっていうのがまずわかりますよね。分析はそれでちょっと置いといて、デーモンヒルがこの時の予選は非常に速かったわけで、シューマッハに対して、0.8秒ぐらい差をつけてるんですね。単純に考えると、モナコで0.8秒差をつけてたら、決勝はどう考えてもヒルが勝つだろうっていう感じがするんですけども、この時のヒルの走りがどうだったかっていうのを、当時の F1 グランプリ特集で今宮さんはこう語ってます。土曜の FW17 の速さはまさにパーフェクト。海沿いでウォッチしていた私は、FW17 がどのマシンよりも早くアクセルを開けられるのにショックすら受けた。同じルノーのシューマッハに0秒790もの大差をつけることができた。今宮さんがコース脇でマシンを見てたわけですけども、アクセルオンが FW17 が明らかに速いと。で、ヒルがシューマッハに対して0.790の差をつけたと。よく言われてる通り、やっぱり単純なマシンの速さで言うと、FW17 っていうのはすごい速いんですね。よくできた車なんだっていうのがわかります。その予選の後の話ですが、土曜の予選で敗れた後、シューマッハとロスブラウンは徹底してミーティング、一夜でレースセッティングを作り出し、決勝78周を1回ストップ作戦で制した。予選でヒルに大差をつけられたシューマッハでしたけど、結局、ワンストップ作戦で勝ちました。テレビで見てると、ただ単にシューマッハがいつも通り勝ってる、そんな感じなんですけど、実はこれはシューマッハはものすごいことやってるんですね。今宮淳の分析。シューマッハは1回9位、1回ストップですね。燃料80リットルでスタート。ヒルは、2回ストップなので、燃料55リットル前後でスタート。シューマッハは25リットル分、約20キロ重い。モナコは10キロ重いと 0.3 秒のタイムロス。シューマッハ20キロ重いんで、そのかける2ですよね。0.6 秒。ところが、シューマッハはその重量ハンデを感じさせぬペースを維持。日曜のレースセッティングがそれを可能にさせ、ヒルを逆転。大差で勝った。予選で 0.790 の差をつけられて、ただでさえ速さで負けてるのに、さらにシューマッハは、1回ストップの作戦を取ったので、ヒルよりも、約20キロ重いという車になったわけですね。ところがなんですけど、やっぱりベネトンチームのレース戦略と、セッティング能力というかね、技術力、エンジニアリングのレベルの高さなんでしょう。決勝レースは、その1回ストップ作戦で、重い車で速く走ってしまって、見事に勝ってしまったと。これぜひ皆さん F1 の総集編でも見ていただきたいんですけど、ヒルはシューマッハを引き離せず、ヒルと同じペース、2位で走り続けたシューマッハ。23周目にヒル1回目のピットストップ、2回ストップのヒルは、
この時点でシューマッハを約30秒引き離す必要があった。ここですでにシューマッハの優勝が確定した。シューマッハは重い車なのに、1位ヒル、2位シューマッハの状態でずーっと一緒に走っていくんです。2回ストップなんで、ヒルが先に23周目にピットストップに入ります。で、もうこの時点でシューマッハの勝ちが確定ですよね。ヒルは2回ストップしなくちゃいけないですから、モナコでのピットインのタイムロスって考えると、おそらく30秒ぐらいロスすると思うんですね。なんで、ピットストップが多い分、シューマッハを引き離しとく必要があったんですけど、ずっと同じペースで走られちゃったんで、まあ、この1回目のピットインの後、急に速くなって30秒取り戻すっていうのは、まあ普通に考えてやっぱできないし、できなかったんで、まあ結果で言うとシューマッハが大差をつけて優勝しちゃいました。これテレビのレースだけ見てると、いつも通りシューマッハがなんかレース戦略で勝ったんだなという風にしか見えないんですけど、シューマッハは予選で大差をつけられてたのに、まずそのマシンセッティングをチームと練り直して速くして、しかも、重いガソリンを積んでヒルについていって逆転するという、なんて言うんですかね。その離れ技を一晩の間に考えて、実際にレースで実行しちゃったってことですね。このレースの場合、シューマッハは一回ストップというね、ピットインを少なくしてましたけど、もちろんレースによってはね、ピットストップ、シューマッハが多い場合もありますから、何しろこの時のシューマッハっていうのは、そういうチームが考えた戦略であるとか、もしくはチームが考えた車のセッティングであるとか、そういったものに何しろ合わせてすぐに速く走ることができるってことですよね。これが、パート1の動画でも紹介した通り、プロスト、セナ、シューマッハクラスができる車の状態がどうであろうが、合わせて速く走ることができるというもうチャンピオンクラスのドライバーだっていう証拠ですよね。今回はシューマッハの話なんで、ヒルのことは細かく語らないですけど、このレースはヒルは負けてしまってますけど、ヒルだってものすごいドライバーですけどね。動画の最初に紹介した通り、予選2日目のタイムアップも驚異的ですから。ですけども、この95年に関しては、やっぱりシューマッハが1枚上手だなっていうのが、これでよくわかると思います。